こんにちは、たかしです。それでは週明けのポンド円とドル円の相場の見通しをやっていきます。まずはポンド円からです。現在ポンド円は日足単位でダブルトップを作ってきているところなんですね。これ完成していくとかなり下落していきますので、現在はその下落の初動の可能性があります。ただ、とは言いましても、GMMA の青帯の上に今ありまして、ここでは小さく4時間足では上昇トレンドを作っているんですね。なので、こういう動き方の考え方もできますので、今はそれがどうなるかというところと、現在は日足の GMMA との乖離解消に動いておりますので、まずはこのあたりまでの下落ですね。GMMA 付近までの下落は現在見ております。そして先ほど言ったように GMMA から反発していくのか、それともダブルトップで GMMA を下抜けてくるのかというところを見ておいてください。ストキャスティクスはまだ下落余地がありますので、そう考えると GMMA を下抜けてくる可能性は十分あると思います。では4時間足です。先ほど言ったように4時間足は上昇トレンドなんですね。今それを崩すかどうかっていうところにあります。4時間足の GMMA の下にちょっと潜り込んできましたよね。金曜日こんな感じで。ということは、ここからの動きは、今までは GMMA から反発、この辺とか、ここはちょっと一旦下に潜ったんですが、結局そこを上抜けて上昇という GMMA にサポートされて上昇しているんですが、今回 GMMA に接触したところでのサポートが全くないんですね。ということで、このまま GMMA を下抜けてきたので、こういう動き方を想定しておいてください。で、下落すれば、日足の GMMA 付近っていう話をしました。それがだいたいこの辺ですね、192円付近になりますので、今この4時間足で見ていてわかるのが、このオレンジの水平線、この過去の安値ですね、このあたり、192.4 付近になりますので、そのあたりで反発できるかどうかっていうところを見ておきたいです。ここを下抜けてくると、日足の GMMA を下抜けますので、そうすると、まずは次このあたり、190円付近を目指して下落していきますが、ここまで下落すると、おそらくここも下抜けてくると思いますので、かなり大きな下落になっていくと思います。では1時間足です。1時間足は簡単ですね。GMMA の青帯、下向きですので、それに沿った今下落トレンドを継続しているというところ。金曜日はじわじわと上昇してきたんですが、あくまで1時間足の GMMA との乖離解消の動きで、そこから最終下落してきてますので、先ほど言ったように、まずはこのあたり、192円前半ぐらいまでの下落を見ておいて、そこで反発できるかどうかっていうところです。もちろん GMMA の青帯、上抜けてくると上昇していきますが、その場合は黄色のゾーン付近までですね。なので、1時間足は今下落トレンドで、金曜日も最終下落で始まってますし、おそらく週明け、下窓を開けて始まると思いますので、基本的にはこういう動き方を想定しておいて、GMMA を上抜けてくると次は一旦の上昇というところを見ておきたいんですが、先ほど言ったように4時間足の GMMA でちょうど上値を抑えられているところ、そして日足の GMMA が下の方にあって、そこまでの今乖離解消に動いておりますので、こういう動きですよね。一旦この下落方向の動きを現在は想定しておりますので、基本的にはこのオレンジの水平線ぐらいまで戻り売りでやっていけばいいのかなと考えてます。ではドル円を見ていきましょう。まずは日足からです。こちらは下落トレンドが継続なんですね。ポンド円よりも明らかに弱い形ですので、この動きを想定しておいてください。ただ先日からお話ししているように GMMA の青帯を上抜けてきましたので、ここでサポートされれば上昇していきますし、週明け下窓を開ける可能性が高いので、その場合は下抜けてくるという考え方ですね。そうすると140円までの下落。ドル円が下落するってことはポンド円も大きく下落していくと考えますので、その動きについていけばいいと思います。では4時間足です。4時間足はこちらもポンド円同様に上昇トレンドを作っておりますので、こういう動きを想定しておきたいんですが、GMMA の青帯の下に入ってきて、ここで上値を抑えられて下落するのかどうかっていうところを週明け見ておいてください。ここから下落していけば次のターゲットはこのあたり、142円の前半ぐらいまでの下落が考えられます。逆に今は上昇トレンド中ですので、GMMA の青帯の上に乗せてくれば上昇していって直近の高値を目指すような動きになってくると思いますが、週明け月曜日初動を確認しておいてください。では1時間足です。1時間足はこちらも分かりやすい下落トレンドをですね、こういう下落トレンドを作って GMMA に沿った下落をしてます。ただ金曜日ちょっと上抜けてきたんですね。上抜けたんですが最終大きめの陰線で終えてますので、このまま下がっていく可能性もありますので、まずは金曜日の安値を下抜けるかどうか、ここですね。ここでダブルボトムで上昇するという可能性。その場合は黄色のゾーン付近が意識されてきますし、もしダブルボトムにならずに下抜けていった場合はこの下落トレンドが継続というこの考え方ですね。なので一旦金曜日の安値付近でダブルボトムを作るのか、それとも金曜日の高値付近から下落してくるのか、そして金曜日の安値を下抜けるとさらにもう一段の下落で大きく下落していくと思いますので、その辺を見ておけるといいと思います。
それでは本日は以上です。現在使用しているチャートはトレーディングビューなんですが、使いやすいチャートですので、まだご利用でない方は無料登録から始めてみてください。概要欄に URL を貼っておきます。また、ノートのメンバーシップ会員を募集しております。毎朝講師の詳細な分析と週末の限定動画で FX スキルをコツコツ上げられるような内容となっております。普段お忙しい方でも、ながら聞きで成長できるような内容になっておりますので、よければ一度お試しください。こちらも概要欄に URL を貼っておきます。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。